今日はオレオスコーンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はオレオスコーンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、オレオクッキーがたっぷり入ったザクザク食感の美味しいスコーンを作っていきます。材料はたったの4つで作ることができます。さらにですね、このスコーンにぴったりなオレオクリームも一緒に作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにスコーンの材料からご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、オレオ、無塩バター、牛乳。今回はこちらの4つの材料でスコーンを作っていきます。まずオレオクッキーですが、こちらはですね、全部で6枚使っていきます。こちらの量に関しましてはお好みで変えていただいて OK です。あとは今回オレオスコーンということでオレオを使っていくんですが、こちらノワールなどを使っていただいても OK です。そしてバターですね、こちらは必ず無塩バターを使用するようにしてください。それでは続いてオレオクリームの材料もご紹介していきます。材料はこちらです。生クリーム、オレオ。こちらの2つの材料でオレオクリームを作っていきます。こちらもね、すごくスコーンに合うので、ぜひ合わせて作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにバターを溶かしバターにしていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。まだね、バターの塊があるので、これを混ぜてしっかりとバターを溶かしてください。はい、OK です。このように綺麗に溶けるまできちんと混ぜましょう。もしこの時にバターが溶けきれない場合は、プラス5秒から10秒ほど加熱してみてください。バターの準備はこれで OK です。それでは材料を合わせていきます。まずボウルにホットケーキミックスです。そしてここに牛乳、あとは溶かしバターを回しかけてください。そしてゴムベラで切るように混ぜましょう。最初はね、ちょっとパサパサしてるんですが、だんだんね、このように生地がまとまってきます。少し粉っぽさが残る時があるので、こういったムラがないようにね、きちんと混ぜてください。はい、このようにひとまとめにしてください。そうしましたら続いてこちらにオレオを砕いて入れていきます。適当にね、手で砕いて入れてください。はい、今ね、3枚分砕いてます。これをですね、混ぜましょう。今度はですね、ゴムベラで押し込むように混ぜてください。はい、だいたい混ざれば OK です。ここでね、あんまりやりすぎるとスコーンがカチカチに硬くなってしまいますので、混ぜすぎには注意してください。生地の硬さの目安なんですが、指で触っても生地が指につかないぐらいですね。そのぐらいの硬さになります。もし仮にですね、ちょっと緩くなってしまった時は、ホットケーキミックスを少しプラスしてみてください。それでは今から形作っていきます。まず生地がくっつかないようにまな板にね、ラップを敷いてください。内子をまぶしていただいても大丈夫です。そしたらこちらの生地を置きます。そして形をね、丸く整えていきます。厚みはだいたい2センチぐらいになるように整えてください。はい、このように形を整えます。厚みの目安はこのぐらいです。そうしましたらこちらをまず6等分に切っていきます。切り方はね、お好みの切り方で OK です。四角くしたい場合は四角に形を整えて、そして切っていただくといいかなと思います。今回は三角形にしたいと思います。では切っていきます。はい、このように6等分にしてください。そうしましたらこちらオーブンの天板にこういったね、シリコンのシートやまたはクッキングシートを敷いてください。そしてこの上に乗せていきます。はい、このように乗せてください。そしたらですね、最後こちら残しておいたオレオを砕いて表面にトッピングしていきます。そうすると見た目が可愛くなると思います。適当に砕いてこの上に乗せましょう。で、乗せる時もね、少し押し込むように乗せてください。はい、OK です。このようにトッピングしてください。トッピングのね、やり方はお好みでやってみてください。そうしましたらこちらを180度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。焼き時間に関しましては、お使いのオーブンによって適正な焼き時間が変わる場合がありますので、様子を見ながら調整してください。それでは焼いていきます。
それではね、焼いている間にクリームを作っていきます。まずですね、ボウルを氷水に当ててください。生クリームを泡立てるときは必ず氷水に当てて泡立てるようにしましょう。そうしましたらここに生クリームを入れます。そして大体ですね、7分立てくらいまで泡立てていきます。はい、OK です。このように泡立ててください。そしたらね、氷水から外します。あとはですね、オレオクッキーを砕いて入れます。これもね、入れる量はお好みで OK です。だいたい1枚から2枚ぐらいがね、ちょうどいいと思います。今回ね、オレオクッキーの中のクリームも一緒に入れてるので、生クリームにはお砂糖を入れてません。こちらはお好みで入れていただいても OK です。クッキーを入れたら、あとはですね、こちらを混ぜます。軽くね、こうやって潰しましょう。これでオレオクリームの完成です。今はね、シンプルに生クリームとオレオだけを混ぜたんですが、ここにクリームチーズを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。アレンジはお好みでやってみてください。はい、焼き上がりました。このようにふっくら膨らんで美味しそうに仕上がってます。焼き色はね、このぐらいがいいかなと思います。今回私は17分焼いてます。こちらは目安にしてみてください。このまま粗熱を取って冷まします。はい、これでオレオスコーンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにオレオもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。はい、そして中はしっとりとした仕上がりになってます。そしてこちらが合わせて作ったオレオクリームです。こんな感じでね、オレオがたっぷりで美味しそうに仕上がってます。ぜひこちらも合わせて作ってみてください。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。外側がサクサクですごく美味しいです。オレオもたっぷり入ってます。そしてこのね、クッキークリームの味わいがすごくいいですね。で、こちら手作りのクリームもつけていただきます。いただきます。クリームをつけるとよりオレオ感がアップしてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオレオスコーンのポイントです。今回はたったの材料を4つで作りました。オレオスコーンなのでオレオのクッキーを使ってるんですけれども、こちらはノワールなどを使っていただいても OK です。入れる量に関しましてはお好みで変えていただいても大丈夫です。あんまり入れすぎるとね、生地がまとまりにくくなってしまったりするので注意してください。そして生地を作る時のポイントです。まず生地を混ぜる時はですね、ゴムベラで切るように混ぜてください。最初は少しね、パサつくんですが、だんだんひとまとまりになってきます。そして生地ができたらオレオを砕いて入れてください。砕いたら生地をね、折り込むように混ぜてください。そしてその後ですね、だいたい厚みが2センチぐらいになるように広げてください。今回はですね、三角形の形にしたんですが、こちらの形はお好みで変えていただいて大丈夫です。四角くしたい場合は四角く形を整えて、あとはね、お好みの大きさに切ってみてください。そしてその後包丁で切って、そして天板の上に並べて、その後また残しておいたオレオを砕いて乗せてください。最後にね、上にトッピングしていただくことで見た目も可愛く仕上がります。この乗せる時はですね、生地にオレオを軽く押し込みながらトッピングしてください。あとはですね、180度の温度で15分から20分ほど様子を見ながら焼いてください。今回私は17分焼いてます。こちらは目安にしていただけたらと思います。もしね、オーブンがない場合はトースターでも大丈夫です。ただトースターは焦げやすいので、ある程度焼き色がついたら上にアルミホイルをかぶせながら焼いてみてください。そして今回はオレオクリームも作りました。こちらもすごく美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオレオスコーンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。